こんにちは。今日は毎日使いたくなるような飽きのこなくて使いやすいサイズのバッグを作っていきます。これは以前作ったもので、これも華やかなんですが飽きのこない模様で、サイズは使いやすいサイズになっています。今回はこれをさらにシンプルにして飽きのこないデザインにします。サイズは少しだけ横幅を広くします。使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン極太、色はホワイト、40g で約40メートル、使用かぎ針の目安は8号、8号で編んでいきます。で、糸はこのセリアさんのパニエ、いろんな色があって、こちらで編んでも、前回編んだものがこれなんですが、これがパニエで、こっちがリサイクルコットン、全く同じサイズに出来上がったので、どちらで編んでも同じサイズになります。お好きな方で編んでみてください。こっちの方が少ししなやかな感じです。ただこっちは入っている糸の量が少ないので、その点はちょっと編みにくいかと思います。お好きな色で編んでみてください。あとはマーカーととじ針。今回楕円の底を作っていくんですが、マーカーをつけて見分けやすくしていきます。なので少し多めの方が編みやすいと思います。できればカラフルな色を用意した方がいいと思います。こんな感じで編んでいきます。これからこの楕円の底を作っていきます。私は鎖38編んで、サイズは約32センチ。ここからサイズを変更する場合や、あと違う糸で編む場合には38から3の倍数を増減します。例えば26、29、32、38、41と編んでいきます。まず鎖編みをしていきます。この鎖編みは少しゆったりと編んでいきます。で、私は今回鎖38で底を作っていきます。ただここでは見やすいように鎖8目で小さく編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んだら、この周りを細編みで一周します。楕円形にしたいので、この両端に細編みを3つ、こっちにも3つ、こっちで見るとこれがこの部分、これがこの部分、ここに細編み3つ、こっちにも3つで、ここからスタートします。まず細編みを2つ編んで、ぐるっと編んで、最後にもう1つ、全部で3つにします。この端の鎖に細編みを2つ、細編みをするので鎖をもう1つ、1つ戻って2つ目に細編みで、この時裏返して、この糸が盛り上がっているところに
細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み。この裏に針を入れて細編みをする方が、そこがきれいに出来上がります。これが1つ目。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。同じところにもう一つ、これで一つに二つ、次からは一つずつ編んでまっすぐ編んでいきます。こっちで見るとこの部分、隣で、ここはこれから編んでいくまっすぐの始まり。ここに始まりということでマーカーをつけておきます。まっすぐの始まりで、次も一つまっすぐ編んでいきます。これで端から端の手前、ここはまっすぐの終わり、マーカーをつけておきます。次は半円、ここに細編みを3つ。まず1つ目、これが1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときに、この糸端を向こうに寄せます。長い糸の下を通って向こう側で、この状態で2つ目の細編み、次は3つ目。3つ目を編むときには、この糸端を今度は手前に寄せます。こうすると、この端の鎖の穴が目立ちにくくなるのと、あと糸端の処理が簡単になります。あと結び目が横に倒れたので、ここが盛り上がりにくくなります。次からはまっすぐ一つずつ編んでいきます。まず3つ入れた隣、これはまっすぐの始まり。次も一つ、この糸端は編みくるんでいきます。で、これが端の手前。端の手前にもまっすぐの細編み。で、これがまっすぐの部分の終わり。マーカーをつけておきます。最後はこの一つ目の細編みの入っているところ、この細編みを編むときに針を入れたところ、ここに最後の細編み、
これでこの最後の鎖に細編みが3つ、こっちも3つ、これで細の長い楕円形ができました。最初の細編みに引き抜きます。で、1周目が終わります。この時、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではありません。ここが最後の細編み。ここは引き抜いた糸。ちょっと戻って見てみると、これが最後の細編み。これが引き抜いた糸。細編みではないので、後で見分けやすいように引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は2周目。2周目はこの3つそれぞれに細編みを2つ。まずここに2つ、次も2つ、こっちも2つ、ぐるっと回って最後も2つで、細編みを3個3個と3個増やしていきます。で、まずここ鎖1つ、鎖の根元、鎖の根元はここ、ここに細編みを2つ、これが1つ目。同じところにもう1つ、これで1つの細編みに細編みが2つ、次も2つ、1、2、次からはまっすぐ、でまっすぐの始まり、ここがまっすぐの終わり。で、次からは2つずつ。まずここ、1、2、次も1、次も1、2、次からは1つずつ。これがまっすぐの始まり。これがまっすぐの終わり。
次はこれが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではないので数には数えません。ここが最後の細編み。最後の細編みにも細編みを2つ。1、2、これで最後の細編みにも2つ。最初の細編みに引き抜きます。これで2周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目で、これから編んでいく楕円形は2つだけルールがあります。まず1つ目はこの部分、この半円に毎週細編みを3つ増やします。まず最初に鎖1つに細編み3つ、次に細編み6個、次は9個、次は12、15、18、3つずつ増やしていきます。で、ここはまっすぐ、こっちも3つずつ増やしていきます。で、もう一つのルールは、今ここに引き抜いた糸にマーカーをつけてきました。ここを境にして、こっち側では細編み2つ、3つ増やすうちの2つ増やして、こっちでは細編み1つ増やします。3つ増やすうちの1つ、1つと2つ、このバランスで増やします。で、その数がここで2つ増やせれば、どんな順番でも大丈夫です。1、2でも2、1でも、見た目がだいたい整っていれば大丈夫です。この側面を編んでいくと、多少ちょっとデコボコしていても目立たないので、気楽に見た目で判断して大体で増やしていっても大丈夫です。ともかく毎週3つずつ増やしていけば楕円が出来上がります。そんな感じで編んでいくと、数をあまり数えなくていいので簡単だと思います。次は3周目。また3つ増やします。こちら側では2つ、こっちでは3つ、最後にこの部分で1つ。増やし方の順番は大体で大丈夫です。こっちで見ると、まずここ、今2つですが1つ増やすので3つにします。まずここを1つ、ここを2つ、次も3つ。ここで同じように1つと2つでもいいし、2つと1つでも大丈夫です。この部分で2つ植えれば大丈夫です。こっちは3つ、2つ、1つとか、こちら側ではこの形を見て逆にしても大丈夫です。ここがなだらかな半円になるようにしていきます。多少崩れていても大丈夫です。まず鎖1つで鎖の根元、私は今回ここを1つにして次を2つ。順番は
どれでも大丈夫です。次も1つ増やして、ここを1つ、ここを2つ。適当で編んでも楕円形になります。でここからはまっすぐ。これはまっすぐの始まり。まっすぐの終わり。でここから3つ増やします。でここで2つにしたり、次を1つで、次また2つにして、次は1つで、順番通りにしなくても、ここを見て丸みを持たせたいところを2つにしたりして、大体で増やしていきます。順番通りに厳密に編まなくても、大体で楕円形は出来上がります。ここを1つにして、ここを2つ、で2つ増やしたところが少し丸くなります。次はまっすぐ。まっすぐの始まり。まっすぐの終わり。最後この細編み2つに1つ細編みを増やすので、細編み3つにします。私はこの部分を丸くしたいので、ここに細編みを2つにします。2つ、最後は1つ。でここは編まないで、最初の細編みに引き抜きます。で今引き抜いた糸、何周か編んでいくと分かりやすくなります。位置をつけておきます。次は4周目。4周目も細編みをここで2つ、こっちで3つ、ここで1つ増やします。例えばここを2つにして、ここを1つ1つ、ここを1つにして2つ1つとかで、大体で見ながらバランスよく増やしていきます。簡単に編んでいきたいと思います。まず鎖1つ、
根元に細編み、1、2、私はここで1つ増やしました。次は1つ、1つ、次も1つ増やして、次を丸くしたいので2つにしようと思います。1、2、最後は1つ。次からまたまっすぐ。で、次からこの範囲で3つ増やします。ここで丸みを持たせたいので、ここで1つ、2つ、1つという感じで増やしていこうかなと思います。1、2、次は1つ。次またこの範囲で1つ増やします。ここに丸みを持たせたいので、ここを2つにしようかと思います。1、同じところ、2、次は1つ、1つで、またこの範囲で1つ増やします。私はここでここを2つにします。で、1、で、これで3つ増えました。次からはまっすぐ。で、最後はこの範囲で1つ増やします。で、私はここで丸くしたいので、ここを2つ。次は2、1、2、最後は1つ。で、ここには編まないで、最初の細編み、これで4周目で、5周目、6周目も同じです。
この範囲で2つ、この範囲で3つ、ここで1つ、全く同じように何周編んでも同じです。で、同じなのでもう編まないんですが、もうちょっとここだけ増やして終わりにしようかと思います。で、ここで引き抜いたところが分かりやすくなっています。一応もう1回だけ。ここでまた2つ増やします。だいたいこの範囲で大体で増やしていって、様子を見ながら丸みを持たせたいところに増やしていきます。鎖1つ、私はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、2、次はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、次は2つ、2、次からは1つずつ、こんな感じでカーブを作ります。ここはまたまっすぐ、ここはずっとまっすぐ、同じ数だけまっすぐ編んでいきます。ここでは毎週3つずつ増やします。またまっすぐ、ここでは1つ増やします。これを何周も必要な数だけ編んでいきます。私は今回6周編みます。で、6周まで編んでいきます。6周編んできました。これで底が出来上がりました。次は側面の1周目。側面の1周目は数を増やさずに細編みを編んでいきます。まず細編みをするので、鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目ということでマーカーをつけておきます。次は鎖1つ、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目、2つ目に細編み、これで細編み、鎖、細編み、ここに小さな穴ができています。もう一つ細編み、次また鎖、鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、これで細編み2つ、鎖、細編み、隣にもう一つ細編み、細編みは2つ連続します。次に鎖1つ、また足元1つ飛ばして2つ目、で細編みは2つ連続で、鎖、細
細編みは2つ連続、鎖、これで1周します。ここまで編んでいきます。1周編んできました。今細編みを2つ編んだところ、細編み2つ編んだら鎖1つ、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、最初の細編みに引き抜きます。これでここも細編み2つ、ここも2つ、ここも2つ。次は側面の2周目。2周目は今糸が出ているところからこの鎖の下、ここにこのまま針を移動させます。この鎖の下で糸を引き出します。かぶせるようにして引き抜いて、これでこの小さな穴から糸が出ました。鎖を3つ、1、2、3、同じところに長編みを2つ、1、2、これで鎖3つと長編み2つで、次もこの鎖の下、この小さな穴に長編み3つ、1、2、3、次も鎖の下に3つ。この側面の2周目はずっと同じように編んでいきます。これを繰り返して1周します。1周編んできました。これが最後の長編み3つ。最初の鎖に引き抜きます。最初の鎖の下から3つ目、ここに針を入れます。この鎖の上が2本の位置、上が2本になっています。下は1本、この位置に針を入れて引き抜きます。これで側面の2周目。次は3周目。3周目はここと同じように細編みをしていきます。まず鎖1つで根元に細編み、細編みの次は鎖1つ、1、足元1つ飛ばします。ここを飛ばして次1、2、ここに細編み、次も細編み、こ
この長編みの上のところ、これで細編みは2つ連続、細編み鎖細編み2つ、またこれを繰り返していきます。細編み2つの次は鎖、足元1つ飛ばして2つ目、次も細編み鎖1、2、細編みは2つ連続、鎖1、2、でこれを繰り返して1周します。ここまで編んでいきます。次はこの長編み3つ、とりあえずここまで編んでいきます。3周目の終わりまで来ました。最初の細編みに引き抜きます。これで3周目が終わりました。次は4周目。4周目はまたここと全く同じです。で、今糸が出ているところ、この鎖の下の穴に糸を移動させます。このまま隣糸を引き出してかぶせるようにして引き抜きます。これで糸が移動しました。で、ここと同じように編んでいきます。鎖3つ、1、2、3、同じところに長編み2つ、次は3つ、この鎖の下に3つ、次も3つ、次も3つ、これで1周します。1周編んで、次はこの細編み、細編みと鎖、次はまた長編み3つ、これを繰り返してしばらく編んでいきます。で、この長編み3つを数えて13周編んできました。長さは側面だけを測ると約26センチ、そこまで測ると約31センチ、最後は長編み3つになっています。次に細編みを編んでいきます。次の細編みは鎖1つを編まない普通の細編み。まず鎖1つ、根元に細編み、次も細編み。さっきは鎖1つ編んだんですが、次は細編み。この長編み、ちょっと斜めになっていると思います。次はこの長編みの上、次はここ、一つに一つの細編みをしていきます。このまま一つに一つの細編みで一周します。
通の細編みで1周しました。次はハンドルを作る位置にマーカーをつけます。まず平らにして模様を整えて真横を決めます。端から模様を数えていきます。この長編み3つを1つの模様として12345個目、6個目の長編み3つの真ん中、こっちも端から数えて1234566個目の真ん中、反対側も同じように1234566で、長さは真ん中が12センチ、脇からは11センチ、横幅は約34センチ。次は今糸が出ているところから続けて細編みを編んでいきます。これは脇につけたマーカーなので必要なくなりました。ここから細編みを続けます。ここから今までと同じように鎖1つ、細編み、普通の細編みを続けます。細編みを編んでこのマーカーの手前まで一つに一つの細編みをしてきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編みを一つ、次は鎖を編んでいきます。まず一つ目、この一つ目にマーカーを付け替えておきます。後でこれが小さくなって針を入れにくくなるのでマーカーをつけておきます。次は2、3、4と編んでいきます。この鎖はあまりきつくならないように編んでいきます。鎖の数はとりあえず60ぐらい編んでいきます。鎖60ぐらい編んで、それをここに仮に留めてみて、で肩に当ててみて好みの長さにします。とりあえず60ぐらい編んでいきます。鎖編みを60個編んできました。長さは約48センチ。私は今回これぐらいで作っていこうかと思います。まずねじれていないかを確かめます。で、最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。ここも後で小さくなるのでマーカーをつけておきます。で、このマーカーをつけたところ、ここに細編みでつなげます。手前から向こうで、この時こっちが鎖、こっちが長い糸、この状態で細編みをします。これでつながりました。次からまた細編み、一つに一つの普通の細編み、でこのまま反対側
細編みを続けて、ここでまたマーカーのところに鎖、マーカーのところに細編みをして鎖編み、こっちと同じ数だけ鎖を編んで、でこのマーカーのところに細編みでつなぎます。で最初の細編み、ここで引き抜いて、でまた鎖1つ細編みをしていきます。ここまで続けます。鎖編みを2本編んできました。ここから細編みを始めて、1つ目のマーカーのところ、足元を見ると、ここに普通の細編みが1つ、次は鎖の出ている細編み、次はマーカーをつけた1つ目の鎖、ここでカーブを作ります。ここから糸を出して、次は1つ目の鎖、ここから糸を出して2つを1つにします。まずこの細編み、糸を出します。次はここをスキップして1つ目の鎖、このマーカーをつけているところで、表でも裏でも大丈夫です。私は裏から、今糸が3本一度に引き抜いて、これでカーブができました。次からは1つに1つずつ細編みをしていきます。次、このまま反対側まで細編みを続けます。一つに一つずつ、このマーカーをつけた手前まで編んでいきます。鎖編みの上に細編みを編んできました。今2つ目のマーカーのところ、足元を見ると、これが最後の鎖、マーカーをつけたところ、次はこの鎖の出ている細編み、次は普通の細編み、ここでもカーブを作りたいので、ここから糸を出します。次はこの2つから糸を出して一度に引き抜きます。この最後の鎖から糸を出します。次はここをスキップして、次のこの細編み、糸を出します。で、一度に引き抜きます。これでカーブができました。次からは一つずつ、一つに一つの細編み、でまたこのまま細編みを続けて、ここでここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。で細編み、最後もここから糸を出して、ここから糸を出して
一度に引き抜きます。でまた細編み、ここまで編んでいきます。2本とも細編みをしました。スタート地点まで戻ってきました。針で始末します。少し長めに糸を残して切ります。で最後の細編みから糸を抜きます。でこれが最初の細編み。最初の細編みの隣、端から数えると1、2、2つ目の細編みに手前から向こうに針を入れます。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。上から入れて下の細編みの中を通ります。で形が揃うようにします。あとは裏でほどけないように隠します。行ったり来たりするとしっかりと止まります。最後にこの内側を細編みで一周します。一周するとしっかりとします。ちょっと手間がかかるんですが一周していきます。で始めるのはここぐらいから始めていきます。新しい糸、糸を引き出して鎖を一つ細編みをしていきます。根元に細編み、糸端は編みくるんでも大丈夫です。で細編みが一つ、これは一つ目の細編み、次も細編み、で次はここでまたカーブを作ります。ここではここから糸を出して、次はここからこの段の小端、こことここで一つにします。ここをスキップします。まずこの足元の細編み、ここから糸を出します。次はここをスキップして、ここは針を入れにくいと思うんですが、入れやすいところにで一度に引き抜いてカーブができました。次からは一つずつ、まずこちら側が2本になるように作っていきます。細編み、次も
次、このまま一つに一つずつずっと続けて、ここら辺まで編んでいきます。内側を編んで反対側まで来ました。ここでも2つを1つにします。今ここまで編んでいます。次はこことここから糸を出して、ここはスキップで、ここから糸を出します。まずここでスキップ、次この細編み3本を一度に引き抜いてカーブができました。次から一つずつ細編みをしていきます。で、この部分の細編みは少しだけきつめの方がいいと思います。ここがちょっと緩いとちょっとだらしなく見えるので、ちょっとだけきつめに編んでいきます。このままスタートしたところまで編んで、さっきと同じように針で始末します。で、スタート地点まで戻って始末して、反対側も同じように内側を編んで出来上がりです。こんな感じに出来上がりました。サイズを測りました。上から下までは32、横幅は36、ストラップは47、重さは310。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。